多くの樹皮から出るタンニンでなめされた。はい、どうもこんばんは。今日はこのブーツ出し縫いをするんですけど、まだね全然出し縫いの前の準備が終わってないんで、そこからやっていきますね。ソールを貼ります。でこのソールは他人なめしのソールの 5.5 ミリぐらいかな。もともとここの厚みがあったんですけど、かかとの部分はこのまま残して、前の方は少し薄めに、このね端っこの方を薄めに削ってます。これを水にちょっと1時間ぐらいつけといたんで、本当はねもっとつけてもいいんですけど、こいつをねとりあえず柔らかくなったので貼っていきたいと思います。ちなみにこっちの本体の方はシャンクを入れてコルクを入れて削っておきました。でね、糊塗ってある状態ですね。今これなかなかいい感じに均一な感じにねできてます。じゃあここに貼っていきます。かなりぴったりめな大きさに切ってるのでずれないように。あ、そうだ、ちなみに一応ベルトウエスト仕様にしてます。このウエルトをこの辺りで細くして、厚みもかなり薄く削ってきました。ちなみにこうやってちょっとね強く叩いちゃうとこうやってへこみ跡が残るんですけど、このコクリ棒でこうやってこすればこんな感じでへこみが消えてくれます。でこんな感じにね貼れたので、結構今ねコバの張り出しが大きいので、これを切っていきます。若干切りすぎた気もしますけど、今回かなりコバの張り出しは抑えたいので多分大丈夫です。じゃあ土ブを講習したいと思います。よいしょ。気合を入れて、このねソールの薄く1ミリぐらいをスライスします。よいしょ。はい、土ブ起こしができました。ちょっと一部ね怪しいところがあったんですけど、まあおおむね綺麗にできたんじゃないかな。まあ1ミリか 1.5 ミリぐらいですね。よし、じゃあちょっと夜も遅いですけど出し縫いをやっていきたいと思います。ちなみに、今回はウィールは当てないです。こんな感じで縫うところの印をつけてきました。3.5 ミリ間隔、結構粗めですね。今回コバとかウェルトとかはなるべく強調しないようにするので、こんな感じで最低限の縫い目でいきたいと思います。それで糸はね黒く染めました。これで縫っていきます。今回結構楽ですよ。サイズもねそんなに大きくないし、縫い目の間隔も広いし、まず針、これ細いな、こっちか。ち
じゃあ縫っていきます。でもソール、この内踏まずはね、内側の踏まず部分は結構えぐってあるんで、まあ縫いにくいは縫いにくいですね。見えない、この辺をね、ちょっとだけ穴見えますよね。この辺を縫っていきます。ここに穴を開けて、縫いにくいですけど、この糸についてるのテグスなんですけど、テグスはね、柔軟性と腰張りがあるんで、縫いにくいところも柔軟にね曲がりつつ入ってくれるので、こういうところはね、金属の針では縫えないですね。入った。今回ね、いつもの出し縫いの動画と違って準備込みで、ね、出し縫いまで来てるんですけど、これがね、ソールが濡れてるとねやりやすいんですよ、縫うのが。このソールってもう本当に硬いんで、特にオークバークってやつでオークの樹皮から出るタンニンでなめされたソールとかに使うすごくね耐久性の高い革なんですけど、やっぱりね硬いんですよ、乾いてると。で濡れるとねすごいね柔らかくなるので、こうやってね縫う時の穴の開きやすさとかが結構ね楽になるんですよね。ということでソールを貼り付けて、ソールをカットしてドブ起こしして縫うっていうところまで一気にやっちゃうと結構ね意外と楽に縫えたりするので、ということで今回は準備含めて1回でやりきっちゃおうかなと思ってるんですけど、これが朝からね、1日かけて余裕を持ってできるぐらいな感じだとねすごく楽なんですけど、僕のこのライフスタイル上というかいろいろやっていく上で出し縫いは出し縫いで分けた方がね結構やりやすいんですよね。そうするとねソールが乾いちゃってちょっと硬くなってきちゃうんで、また水に濡らしてね縫ったりするんですけど、最後ですね、これでこっちのウェルト側から糸を入れて、よいしょ、こっちのソール側で結んでおきます。はい、こんな感じですね。縫い目は結構粗めですけど、まあ綺麗に縫えてんじゃないかなと思います。ソール側はこんな感じになってます。でこの縫い目はこの道具を起こしてこんな感じに縫い目は最後見えなくなりますね。はい、というわけでね、ブーツの出し縫いが終わりました。片っぽ残ってますけどね、これはちょっとソールは乾いちゃうかもしれないですけど、また濡らしてソールを柔らかくしてやりたいと思います。疲れたな。じゃあ今日はねこんな感じで、また次の動画で、次はねこのコバの加工をやりたいと思います。結構華奢な感じにするので、またいつもと違った感じになると思います。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。